今回もやってまいりましょう。ファイアーエムブレム覚醒スマブラ縛りパート11です。今回は前回の続きの第8章からやってくだよ。エンゲージはとっくに発売してるけんど、投稿者はまだ未プレイだに。プレイするつもりはあるので、なるべく他の人の動画や SNS は見ないようにしております。で、ストーリーだけんども、前回はエメリナがオートに戻り、クロムがフェリアに援軍要請に行きました。そいでエメリナが囚われて公開処刑されることになっちまっただね。これはペレジアの罠と知りつつも、クロムらは救出に行くという流れでした。で、今敵の待ち伏せと何者かの戦闘がすでに起こっているという情報が入っただいね。また、砂漠だから出撃ユニットは気をつけろとフレデリックから忠告もいただきました。こちらが先ほどの戦闘があった方面です。おっさんがあどけない少女を追いかけてるだね。こいつは現行犯だに。最近は世の中物騒だもんで、こういうのは厳重に取り締まらんとやばいだよ。まあ、何かとここ数ヶ月で変な事件が多いですけどね。黒村はもともと潜入という体でしたが、見過ごせなくなって介入してくれました。しかし、なんでこいつらはこの少女を誘拐しようとしただかね。確かに妙ですね。戦争とはこの事案は関係なさそうですし、そもそもそんな事件を起こしてる場合ではないはずですよね。戦争で興奮状態になると見境がなくなるということでしょうか。今回の事案は敵の指揮官の年寄りが何か言ってて命じた感じがあったに。もしかして組織的にこの女の子を狙ってるじゃねえだか。それでは今回の攻略方法を説明していきます。今回のマップはこちらです。マップ中央にさっきの奥さんと女の子が分断されてるから救出に行く感じだに。とは言ったけんど、この作戦では奥さんらに来てもらうようにしてもらうだ。だもんで、奥さんらがこっちに来れるように黒村が敵を倒すのが最初の作戦だいな。奥さんらは使用可能ユニットではないもんで、うまく攻撃を受けないようにしていかにゃならんね。そうですね。ですので最初のターンから動きを決めていくべきです。最初はルフレが左下の敵を倒していきます。左下はダークマージが2体いるので魔法も高く反撃も可能がルフレが適任のはずです。右上の敵はロンクーで対応します。この敵は戦士なので剣を持ったロンクーならかわせます。クロムは下で敵の攻撃を受け、ティアモで遊撃に回っていきます。そいで売れっ子の奥さんが合流したら奥さんらを追ってきた敵が追いつくもんで戦えるやつらで壁を作って対応すった。これが終わって余裕が出たら前進しながら村を訪問するだよ。村では右上からレスキューが、左側からマスタープルフが、右下からはチェンジプルフがもらえますので、ぜひ訪問するべきですね。村訪問まで終わったらボスまで飛んでって終わりだよ。最初の奥さんとの合流と追っ手の撃破さえ乗り切ったらそんな難しいマップじゃねえな。今回の敗北回数は3回ですが、どれも最初の対応にミスがあったものですからね。きっとどんな時も初めが肝心なんですよ。そいじゃあ実際の攻略に移るだよ。はじめに村を訪問することのお知らせが入るだ。このお知らせ必要ないと思いますが、外伝をしていないプレイヤーに対する配慮なんですかね。過保護なような気もするけんど、初めての人への説明はどの程度がいいだかね。で、画面はいつものダブル構築をしているだ。ルフレはいつも通りカラムと組んで、作戦の通りに左下に向かわせました。グレコはノノと組ませて上の安全地帯まで移動させます。そいで再びダブルだね。クロムはフレデリックと、リズはリフトと組むのはいつものコンだけんど、エイクはティアモと組ませてるだ。ティアモに遊撃させる上ではやはり力が必要なので、力を強化できるメイクにしたわけです。すでにプレイした人なら違う目的もあることがわかるかもしれんけど、ロンクーには代わりにソワレと組ませてます。レイクほどではありませんが、ソワレは力を強化できるのでロンクーの攻撃力アップができます。今のところ力強化のテストなどの程度演技するとはちょっとわかんねえな。レベルアップ。今んところフレは成長に困ってないからな。
5ピンで予成長で無難なところが上がったというところです。孤立したママの前にソシアルナイトいるのが困りますね。まだ左のダークマージを倒してないけんど、ルフレを呼んだ方がいいかいな。とりあえずはティアモで剣士を倒しましょうか。レベルアップ。あ、何かすげえのが出ただよ。全ピンですか。珍しいこともあるものですね。最初のレベルアップですごい張り切っただな。そいでノノの前のソシアルナイトの対応だっただね。ここは長考したので少しカットです。ここでの対応策はルフレとクロムでクロムカのダークマージを倒し、かつソシアルナイトの範囲にクロムを入れることにしました。この策の根拠はきっとその前にレベルアップ。速さが上がったのは嬉しいだ。クロムは追撃取れないこともあるもんでな。ただそれ以外はちょっと微妙な感じですか。先ほどの説明の続きですが、クロムをソシアルナイトの範囲内に入れるとソシアルはグレコではなくクロムを狙ってくるわけです。だけんどもクロムを狙う理由は正直は分かんないね。クロムの守備はダブルした今だとグレコより上のはずだに。もしかして敵の AI はダブル前の数値を参照して攻撃してるのでしょうか。敵は最大ダメージを与えられることを前提に攻撃してくるもんで、アイロンちゃんの言うことも一理あるかもな。あたかも狙ったかのように言ってるけんど、そもそもこの作戦ではグレコに攻撃が来るとばかり思ってたのにね。まあ結果オーライですよ。さてこの場面もちょっと悩んでます。ルフレを置けば解決しますが、それだと他のユニットが育たないので少しでも他に出番を与えられるようにしたいためです。だもんでここは壁を一旦開いて敵を少しだけ呼んで、ティアモの前にルフレを置いて、ティアモは手槍で間接攻撃の対応をするようにしただ。狙い通りクロム側にダークマージを呼べて、ティアモも手槍でダークマージを倒せました。ここも倒すつもりはなかったけど、必殺が出たもんでだね。やっぱ赤の呪いと法人の合わせ技は強すぎだな。さて今回の敗北についてのベルだ。作戦会議で少し述べましたが、今回は配置の構築に失敗したわけです。まず最初のターンの配置で剣士を防げずリスがやられました。そいで2回目は兵士とソシアルによってグレコがやられただ。3回目も似たような感じだもんで像はないけんど、グレコがダークマージ2体にやられただよ。レベルアップ。さっきの全ピンと比べると控えめだけんど、アタッカーとしてハイだよ。今の役目は遊撃ですからちょうどいい成長です。ここからしばらくは残る敵を倒すだけなのでダイジェストにしていこうと思います。やりました。レベルアップ。今回も無難な成長じゃねえか。まあ魔力が最近上がる頻度が多いのは火力アップになって嬉しいところです。これでグレコを追ってきた敵も全て倒しました。そしたらグレコは右上の村に行ってもらって、黒村は南下して村訪問と残った敵をペチョンペチョンにしてやるだ。正直ここも移動がほとんどなのでカット&ダイジェストにしていきます。このアキラ序盤乗り切っちゃうとこんなんばっかだに。光る床でセリスの真剣を手に入れたのは重要なので報告しておきます。この縛りは光る床は縛ってないもんで、こういうのは使ってもいいだいな。経験値アップや支援アップは大して影響しないのですが、このアイテムはかなり強力です。銀の剣より威力があるように必殺がついてるもんな。明らかに攻略に影響するので報告しておきました。ああ、カビのお方。これですぐに訪問できる村一通り行っただ。残るは下にこどんでる敵だけだに。下の敵はおそらくエリア侵入で動くのですが、最初はそれとは知らず敵範囲に入って誘導しようとしてました。途中でエリア侵入がスイッチと気づくのですが、
ちまちまとした操作が続くので、ここも大胆にダイジェストにしますね。まず単に敵範囲に入れた時動かんね。もう一歩前に進んだ時動かんね。村訪問できる列と同じ時、かつその列から攻撃できる敵に攻撃した時、動いただけ。しかしこれだと敵の行動のスイッチがエリア侵入なのか攻撃なのかわからなくなってしまいました。おおむね村のある列へのエリア侵入でいいと思うだけど、確かに厳密にはわからないね。そしたら時間まで飛ばしますね。まずはティアモの遊撃で HP の切ってる敵を倒しましょう。レベルアップ。今のところすごいバランスいい成長だいな。守備も攻撃も順調に上がってるので、だんだん前線に出てもいいかもしれないです。またレベルが10になったのでスキルリフレッシュを習得しました。このスキルは周囲3マスに敵や味方がいない時に回復するだね。だけんどもそんな状況そうそうないと思うだけどな。積極的に習得するものではないでしょうが、ないよりかはマシかもしれないですよ。さて敵ももうボス1人に残りました。こういうマップでは珍しくボスは突撃型じゃねえみてえだな。村訪問もありますので、訪問の後ボス戦までカットします。ギムレイって終末の神って立場なんですね。なんだいや、最後の審判的なのでいいことしたやつが救われるみたいな感じだかいね。そうするとノノみたいなマム君とは悪魔みたいな立ち位置になってそうですね。レベルアップ。ますます守備が上がって壁役の性能は上がってます。マボーもちった上がってくれるとオールマイティに戦えそうだに。レベルアップ。久々のリズのレベルアップだけんどちょっとな。リズには魔力を求めてるので微妙な感じです。まあも力が伸びるとか変な成長だった気がすんな。あんま目立つな。瞳悟空の教えもあるだか。やっぱりテレジアは怖いですね。これにて8勝クリアです。交渉は最初はいろいろあったが、その後は大した場面がなかっただね。そういえばグレコとノノの説明をしてませんでした。グレコは元はペレジアに雇われた傭兵でしたが、ノノを助けるために離反、クロムに合流しイギリスに雇われるという流れで加入します。ちょうどその場面が今だに。豪胆な性格であり、能力もフェリアニシのオーバジーリオに匹敵する実力と言われています。ノノはマムクートという竜に変身して戦うことができる種族の少女です。1000年以上生きてる割には一個とやることは子供同然だに。あとは容姿がかなりあれです。すごく際どいです。これはマジに親御さんがびっくりしちまうよ。会話の方ではギムレ教の話が出てますね。ペレジアの方で式に信じられてる宗教だけんど、名前を教えてくれるんはこん時が初めてだったけ。というわけで今回の攻略は以上です。ご視聴ありがとうございました。例のごとく支援会話もクレジットの後あるだよ。ぜひ見てな。まずはクロムとリズ B です。 C の会話ではリズが王女としての資質について悩んでおり、クロムが今のままでいいんだと教えてました。これだとクロムがちょっと投げやりに聞こえるな。今回はリズの様子がおかしいところから始まり、最近もいなくなる時があるとクロムに指摘されました。そうだな。どうやら敵地に偵察に出向いてたみてえだな。王女としては軽率だけんどもかなり度胸があってすげえな。何？立派な姉。兄に対抗するために大胆なことをしたくなる気持ちはよくわかります。
クロムは他の州に何を直したらいいか聞いてこいと言ったけど、いいか初めにそう言うべきじゃねえか。クロムもそこまでするとは考えてなかったのでしょうね。2組目はソワレとロンクー C です。ソワレがロンクーの剣技を褒めたたえ、手合わせの望みますが、いや、ま断るな。ロン君が女性嫌いだからだけんども、ソワレからしてみればかなり侮辱されたように思うのは当然だに。ロンクーも女性が苦手ということを言えばソワレも譲歩できるかもしれないです。いや、女どうだは苦手だ。かかえってソワレを刺激するかもしんねえぞ。それにロン君も弱みは知られたくないしな。行かせてもらうよ。これにて今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とかいいねとかもよろしくな。そいじゃあな。